カップが一つもないんだよね。ソードがとても際立っている。あ、これワンドか。ワンドのナイト、ソードのナイト、ソードのページで真ん中に天のソードが来てるんだけれども、どうだろうね、お互いに通じ合うところがあったかもしれないよね。やがてたもとを分かった分かつじゃないかな。お互いにこう仲違いして、とてもその物質的な価値観に染まって突っ走っていったっていうのが見えるね。真ん中がテンオブソーズだからね。だからどちらかというとあなたは病んだんだけれども、早い段階でこの方との関係を解消すべく乗り出したんじゃないかな。もう終わっちゃってるんだよね、もうね。最初は2人でね協力してた。出会った頃はソウルメイトじゃないのっていうぐらいさ、互いが同じ目的で向かってこう切磋琢磨することができたんだけど、途中で彼が裏切っちゃったのかな。で、あなたがなんか討伐に出たような感じがする。ただとても深い縁があるよっていうのが出てるからね、デビルで。だからあなたもこの方にとても、病むほどに惹かれた、囚われたっていうのが見えるかな。唯一このでかいトライアングルのこのフォーブワンズだけは未来をね感じさせてくれるんだけど、それ以外結構殺伐としてるんだよね。この方はね、本来そういう人じゃなかったんだけれども、社会で揉まれるうちに殺伐とした物質的価値観のみを求める、そういうイズムに染まってった。なんかそんな声聞こえるな。無残にやられちゃってるからね。もちろんこれがあなたっていうこともあるんだけど、本当に最後まで言っちゃうほどに病んじゃったとも取れるけど、おそらくこれはお相手さんだと思うんだよね。自分のメンタル潰して突っ走った挙句ここに到達するのかなっていう。もともと優しい人だったんだけど、その優しさを弱さと考えてしまうような、そういうものの考え方に染まっていった。自分の内の中にはね、人に触れられたくないような優しさを持ってる人なんだけど、ちょっとマザコン気味かもしれないよね。まだ親離れできてなくてね、親のご加護のもとでは自分はオールマイティで入れた。でそのオールマイティ感覚っていうのを大人になっても忘れられなくて、だけれどもやはりそれを見せることは気恥ずかしいことでもあるからね、いつまでも父離れできてないなんての。だから社会に出て、社会なその表層的なね、その悪ノリの部分だけに彼染まっちゃって突っ走った結果こうなっちゃうんじゃないかな。その過程であるところまではあなたも一緒についていけたんだけど、途中で病んじゃったんだろうね。この方があなたを裏切った可能性が高い。であなたはとても病んで、そして怒ったと。で討伐したっていうような
でこんな天オブソーズが真ん中にドンと来てるのかな。だから結構純粋な方で、本当は社会におぼこい方で、大味で人の心のディテールが読み切れない方かもしれないね。でそれで悪乗りして突っ走っちゃって、もう完全に潰れちゃう、燃え尽き症候群とか、ある程度年を重ねてからうつ病になっちゃうとかね。それ自分の本当の気持ちを抑圧したままね、ずっと走り続けるからそうなっちゃう。本当はね、ビロードのように深みのある愛にくるまれていたい人なのよ。だけどね、この社会で揉まれるうちにそれは弱さだと考えるようになった。ある意味どう？あなたはシャキッとしてこう社会で立ち回ってた時の彼が、この方がね好きだった。だけどある時彼がブレ始めて、マザコン的な対抗的なテイストを持ち始めた時に、ちょっと何か違和感を感じたんじゃない？そうとも取れるよね。その圧力からこの方が別の女性と、別の方と、愛の謀反を起こして、あなたと決定的に決裂したと。だけどカップが一つもないんだよ愛がないんだよ。これよほど抑圧してんだよね、自分のメロウな部分を。やっぱり無意識でもう抑圧しきれない、なんだろうね、モンスターだけどとても強い反動形成ともいうのかな、なんかそういうエネジーをすごく感じる。ユニバーサルオーダーで天命とかね、宇宙の法則とか、指令とかっていう感じだけど、なんかどうなんだろうな、もうなんか頑張りすぎちゃってたんじゃない？社会人として勝たなきゃいけないみたいな、この世界は弱肉強食なんだって、弱者の側に落ちてはいけない、ね、奈落に落ちちゃいけないで、こんがらがっちゃって、なんか抑圧してたその自分の甘さ、まだ本当はこう魂の成長がねしっかりできてない、その部分をずっと隠し続けてたから、それが謀反のように起きちゃって、あなたが裏切っちゃったんじゃないの？この方はね、愛するっていうよりはね、愛されたいのよ。愛されることを求めてる。だからね、あなたとの関係性の些細なすれ違いっていうのがこの方にとってものすごく負担になったと。だからね、あなたを冷たくしたり、こうあなたを全否定するような、こう遠ざけるようなね、で最終的にはこう裏切る形になったんじゃないかな。
自分が最も憎らしい理想としない人物像を自ら演じて、それを壊したかったんだよともなんか聞こえてくるね。あなたが今現時点でもねまだ病んでるんだったら、ひょっとすればその役をあなたに請け負わせて、自分はもう一度その別の人と同じことを繰り返そうとしてるかもしれないね。とても何か根深いものを感じるから、過去世から引っ張ってきてるような課題を持ってるかもしれないね。その課題に未だ自分が気づけてないんじゃないかな。この打ち倒れ方を見るとね、現世を去るとね、この方のお望み通り弱肉強食の世界に行っちゃうだろうね。動物界に畜生道。だからこの今世において少しでも人としての喜びで、それもまあ物質的な喜びなんだけど、葛藤がないからね、愛の要素っていうのが本当は愛を求めてるとは思うんだけど、とにかくあなたを犠牲にしてまた別の方ともう一度その人間らしい喜びみたいなものを享ずるっていうような、そんなメッセージも聞こえてくるな。母神が出てきたけれども、甘えてるのかな、やっぱりね。母なる愛、すべて許される愛を求めてらっしゃる。だけど大人になってね、そんな愛っていうのは手に入らないからね。むしろ自分が、仮にこれは男であってもね、母神になって愛を与える側にね、やっぱり回らないといけないんだけど、ずっと求め続けちゃってるのかね。あなたは心のどこかにね、今もこの母神が存在してるんじゃないかな。この方ね、そういう人だっていうことを分かってて、一抹の愛というか同情かもしれないけど、哀れな人に対するなんかこうあなたの愛っていう感じもするね。唯一希望を感じさせるこのフォーブワンズだけど、あなたやっぱり旅立つのがね得策だとは思う。この方が心に抱えている問題っていうのはとても制御できるもんじゃない。で、この方自身が自分を内観しようとしてないから、このまま突っ走って終わりたいって思ってるかもしれないね。この方のお望み通り、来世は弱肉強食の世界へ行かれます。
あなたの一目惚れっていうのが出てるね。あなたの寂しさにこの方は良くも悪くもつけ込んだよっていうメッセージが来る。自分についてきなって、俺はとてもいい世界を知ってるよって、二人だけの世界行こうってね。だけど颯爽と恋敵が現れたと出てる。この方は今迷ってるんじゃないかな、あなたともう一人の方とね。結構別方向を向いちゃってるように、一体何考えてるのってなんか分かんない人っていうのが伝わってくるね。全くなんか変な方向向いてるんじゃないっていうような。自己不在の方かな。だからね、鏡に映した自分を常に確認する必要がある。この人一体どこ見てるのって。本当に私見ててくれてんのかなって。鏡とはあなた。見たい自分があなたの瞳に見出せないと、この方はプイって機嫌損ねちゃうんじゃない。自分でもなぜ自分が不機嫌になるのか分かんないよってメッセージ来るよ。俺が覗き込んだ時、お前の瞳に常に俺が望む俺がいなきゃダメだって。自分が望む自分がそこにいなければね、拗ねて口も聞いてくれない。この人はこのベールをね、今後も剥がすことができないよと出てます。あなたのね、優しさとか思いやりをね、常に求めるんだけど、自分の心の中にあるね、伽藍堂には触れられたくないのよ。空虚な部分には。だから突然シャットアウトする。あなた以外にもう一つのね、オアシスが必要なのね。それで浮気しちゃうよって出てるね。魅力的な方だと思うけど、やっぱり病んじゃうよね。自分の望みのためならビシバシやっていくよっていうメッセージが来るよ。あなたのね、優しさや思いやりをさ、一定の距離以上踏み込ませないから、あなたも困っちゃうんだよね。だったらどうしたらいいのって。あなたがそれ以上求めるとね、やっぱり別のところへ逃げちゃうって見えるな。もっとよりよく俺を映してくれる鏡が必要だって。で、別のとこ行っちゃうって。もうひょっとすればね、この方にとって自己不在こそが生きる原動力になってるね。かぶり続けたペルソナが素顔になっちゃってんだよ。だからもうベールの中で生きていくんだって。困ったロマンティストだね。愛した人たちを病ませる困ったロマンティスト。導いてくれるようで実際のとこどこにも導いてくれない。
この現世のどこにも到達できない。まあ現世でどこにも到達できないなんて話した矢先にリンカーネーションの生まれ変わりが来たね。もう嫌かもしれないけど来世で結ばれるかもしれないね。あなたもうちょっとコリコリかもしれないけど来世でどこかにたどり着く可能性はあるね。まあこっちは現在の意識だよね。今ある健在意識だけれども、まあ深い関わりであることは確かなんだろうね。結局あなたはやむに終わったわけだけれども、このお相手さんも自分で自覚してないけどやっぱり引き寄せられるようにあなたと出会ってるんでしょう。あなたと出会ったことは偶然ではないんじゃないかな。なんとなくこう過去世に意識を向けるとそこに確かな答えがあるってなんかそんな風に取れるけどね。今世もニアミスしてしまうのかね。本当はもっと重大な理由でねえこの根性の地でまた落ち合ってるんだけど、互いに互いを軽んじてふわふわしたところで終わっちゃうのかいってなんか寂しいエネルギー感じるね。この方は何かとらわれたようにさ躍起になって、まあ、自分のことばっかり考えてんだろうけどね。まあ自分がいないだけに、自分のペルソナに、のぼせちゃってんのかな。仮面じゃないんだよね、仮面じゃないんだって。あなたも何かこの方になんか言葉にならないような伝えきれないような何か衝動を感じてるんじゃないかな。やきもき感みたいな。生玉さん出てきた。まあ末永く良きことを育む寿長寿。なんとなくやっぱなんか来世で会おうみたいな、来世でどっか居場所を見つけようみたいな、まだ離れられないよと。今世で振り回されてね病まされちゃったけど来世ではちゃんと落ち着ける場所に落ち着けるのかな。まあ生き量っていう感じもするけど、この方がいまだにねあなたにもこう呪縛をさかけて、逃さないよっていうような。ただまあそんなに悪い波動は感じないんだよな。そもそもスプレッドもそうだけど、もっとなんかこの方とね本来育むべき、あなた一人ではどうしようもないけどこの方自身もやっぱりねやっぱ覚醒しないとどうしようもないんだけど、本来はもっとなんか育むべきもっと大切なことがあるんだよ。時を超えてね。核心部ではねすごく深いところではつながってる。だけど肝心のこう顕在意識の部分で何かこうカチッとするところがないのかもしれないね。
なんとなく上滑りしてしまう。来世で会おうって言ってもさ、その本当に来世に向かう、未来に向かうパワーだったらいいんだけど、なんとなく過去に惹かれていくよっていうようなね、力を感じるからね。過去世にとらわれてるよっていう。まあ、良くも悪くも何かこの困ったロマンスをさ、また繰り返す可能性あるかもしれないね。この方自身が望んでるかもしれないよ。何千も何千もさ、結局パートナーを病してしまうほどにロマンティックな声を興じてる人じゃないの。繰り返し繰り返し。どっかで成長しないとね。だけどね、次に行かないとそのうち三悪種に落ちてしまうよね。まあそんなに強力なしがらみってことではないけど、やっぱり離れられない。あなたを病ませたこのやばい方、それがやっぱトップで一番、強く感じるかな。まあ、この方自身もやっぱりすごく強いものを感じるよね。なんか普通の幸せに対して疑問を感じてる方だよっていうメッセージ来るよ。常に謙遜、疑心暗鬼、その闇の中に鬼を見出すことにとてもスリルを感じてる方。この方は本質的には人生に絶望してる。サディスティックな感覚の中に生きる価値を見出してる。そのサディズムの中でエネルギッシュであれる方かな。だから時にあなたにもその刃を向けた。いわゆる普通の幸せ、普通っていう、何を基準に普通と言っていいのか、いわゆる社会通念、通念上の幸せではやっぱり何かこう飽き足らないっていうか、疑問を感じるっていうかね、自分の本当の価値みたいなものをダークサイドに見出してる方じゃないかな。あなたに対しては結構安心してるっていうのが出てるよ。あなたも病むことでこの方とダイヤルが合ってんじゃない？波動が。本来そうではなかったはずだと思うんだけど。で、過去に何度も縁切りをしようとこの方から離脱を考えたけれども、やっぱりまた元の際に戻っちゃうよっていうのが伝わってくる。また元に戻っちゃうよってことはやっぱりあなた病んでしまってるんだろうね。この方はへっちゃらだよ。むしろその闇のサイドでエネルギッシュであれる方だから、ある意味腹くくってんじゃない？このまま魔道に落ちていくこと。
このまま窓に落ちてて、かといって修羅道に上がれるほどのそこまでの公益性というか社会的な広がりはない方だよね。もっとどっちかっていうと内へ入っていくような力を感じる方。まあキングオブペンタクルなんで、お金に関してはいろいろ策を持ってる方じゃない。あなたに貢がせてるかもしれない。いけないね。自分自身のね本当の望みっていうのは、3がここに来てるけど叶えられることがない、そう絶望してるんだよね。だから叶えられるための努力をもう全くしようとしてないんだよ。だからそのまま窓に落ちていっても構わないよってね言ってるよ。でまたやっぱりね、あなたをね離さないって言ってる。この人の魔力でまたあなたは戻ってくるって、そういう意味で安心してる。この方のね人生は破綻してるんだけれども、その破綻から始まる新たな人生ではなくてね、その破綻の中に行き止まることで実際の破綻を先延ばしする方だから、この現世で物質的喜びをたしなみながら少しでも長く恩恵にあやかろうと考えている方だね。そういう意味ではとても堅実な地に足がついてる人かもしれないね。もうほとんどナチュラルパワーなんだよね。生まれながらのビーストって言ってもいいかもしれない。デザイア来てるけど悪びれる様子がない。あなたにそばにいてほしい。俺の人生を見届けてほしい。俺の孤独な人生の証人になってほしいって言ってる。死のファンダンゴを一緒に踊り続けようぜって言ってるよ。どうする？あなたにね寄り添っていてほしい、見届けてほしいんだよね。孤独な人生の証人になってほしいんだよ。共犯者を探してるこの人は。だけど付き合いきれないよねあなたがすでにこの方以外の場所に安息の場所を見出してるかもしれないね。うまく逃げ出してただまた戻ってきちゃう。結構繰り返してるかもしれない。あなたがこの方とダンスを踊れば2人で窓に落ちていく。ただあなたがダンスをやめればこの方は1人で落ちていく。どちらにしても落ちていく。揺るがないよこの人。
十一面観音様、これは完全浄化かな。縁立ちきれいだね。このブラックロマンスに、のぼせてはいけないって。あなたがその別の場所に新たな安息の場所を見出せてるんだったら、やはりそちらへ行けってことだろうね。もうこの方のリズムに合わせて踊る必要はないし、一緒に病む必要もない。この方の闇っていうのはナチュラルパワー、とてもナチュラルな力なんだけど、あなたは違うから、やっぱり突き上げれないから、やっぱり完全浄化だと思うね。綺麗にやっぱりこの関係性洗い流して、次に向かうべきだね。いつか笑い話になるんじゃないかな。こんなやばいやつがいたよと。なんかそんなメッセージ聞こえてくるよ。